手取り15万円で生活費が足りないなら出ていけ。そう言って、私を無理やり外に追い出した夫。翌日、私が目を覚ますと夫から大量の着信が入っていた。おい、金庫の鍵はどこだ？それ暗証番号でしか開かないタイプだけど。その後、夫は地獄を見るのだった。私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。夫の正人とは結婚してもうすぐ3年が経つ。私たちはもともと大学時代の同級生で、同窓会で再会したことをきっかけに交際が始まった。当時私は長年付き合っていた彼氏に振られて、心に傷を負っていた。そんな中、久しぶりに正人と会い、学生時代の懐かしい感覚なども蘇って居心地の良さを感じた。それから二人で仕事後に飲みに行ったりするようになり、交際が始まったのだ。学生時代からの友人で気を使わずに済むので、私はいろんな話をすることもできたし、素でいられた。そして順調に交際を続けた私たちは、1年ほど付き合った後に結婚することに。もうすぐ30歳だったので、私は20代のうちに結婚をしておきたかったのだ。正人は働いている会社の給料が低かったが、一生懸命働いているようだし、私自身が会社員として働いているから生活は問題なく送れるだろうと思っていた。そして私たちは婚姻届を出して結婚に至った。最初の頃は新婚なので、とても楽しかった。毎日一緒にいるだけで幸せな気分になっていた。だが結婚生活を続けていくうちに少し気になることがあった。それは夫が全く家事をしてくれないことだ。私ばかりが料理をして、掃除をして洗濯をしていた。ねえ、あなたも少しは家事をしてくれない？私ばかりが家事の負担が多くて大変なんだけど。私は夫にそうやって文句を言った。だが、夫は全く聞く耳を持ってはくれなかった。そんなこと言われても、俺は家事とかしたことないから。そう。夫は生まれてからずっと実家暮らしで、一度も料理や洗濯をしたことがないらしい。まさかそこまで家事をやったことがないとは知らず、私は絶句した。じゃあ、少しずつ覚えていこうよ。私が教えるからさ。私はそうやって夫に提案したのだが、夫はそれを拒否した。いや、俺いつも遅くまで仕事してるんだよ。それから家事やるとかありえないから。夫は確かに毎日のように残業をしている。だが私ばかりこうやって負担が増えるのは、あまり納得がいかなかった。それにたくさん残業をして、帰りが遅い夫よりも私の方が稼ぎは上だった。だからこうやって家事を私ばかりがやらされている状況に納得していなかったのだ。だが夫は頑なに家事をやろうとはしてくれない。俺は一家の大黒柱として一生懸命働いているんだからさ、嫁として家庭を支えてくれよ。それなら、もっと稼いできてほしいのだが。しかしそんなことはさすがに言えず、私は仕方なく自分一人で家事をやっていた。いろいろと不満はあったが、それでも私は夫のことが好きだったので、家事を頑張り、そして仕事も継続して頑張っていた。だがその後、夫はまさかの発言をしだした。それはある日の夕食の時のこと。のぞみ、いつになったら仕事を辞めてくれるんだ？どういうこと？普通さ、嫁になったら仕事は辞めて家庭に入るものだろう。いや、ちょっと待ってよ。私、仕事を辞めるつもりなんてないけど。はあ、ふざけんなよ。奥さんが専業主婦じゃないとかありえないって、俺会社で言われてんだよ。これ以上、俺に恥かかせんなよ。だから仕事は今すぐに辞めろ。そんな。私は夫にいきなりそんなことを言われて驚いた。っていうかそんなことを言ってくる同僚なのか上司なのかわからないが、会社の人も頭おかしくないか。今の時代、共働きは当たり前だし、なんなら夫よりも私の方が給料は上だ。だから私が仕事を辞めてしまうと、かなり生活は苦しくなってしまう。
私が仕事を辞めるのは現実的じゃないよ。これからどうやって生活していくの？今、二人で住んでいる家の家賃を下げるの？いやいや、ここから引っ越すなんてことはしないぞ。なんで今よりも生活の質を落とす必要があるんだ。そんなこと言ったって、あなたの給料の手取りは15万なんだから、節約をしないとやっていけないでしょ。今のこの部屋の家賃は12万なんだよ。それじゃあ、残り3万しか残らないじゃない。それをやりくりするのが専業主婦の役目ってもんだろ。私は夫がそんなことを言い出したので、絶句してしまった。この人には光熱費とか水道代とか、通信費とかそういったものの概念が一切ないのだろうか。月3万なんて食費でギリギリのレベルなんだよ。まともに生活をしていけるわけないじゃない。私はそうやって必死になって訴えたが、夫は全く聞く耳を持ってはくれなかった。うるさい。俺は今まで結婚する前は何の問題もなく生活できていたんだ。だからお前がうまくやりくりすればいいだけだ。そんな。私は夫の理不尽な物言いにびっくりしてしまった。というか夫は今まで実家住まいなのだから、そもそもお金はほとんどかからないだろう。その時の感覚で私に無理難題を押し付けられても困る。だが夫は私にどうしても専業主婦になってほしいそうで、私は結局夫の要求に応じるしかなかった。私は浮かない顔をしながら上司に相談をした。のぞみさん、辞めたいって本当に？旦那がどうしても専業主婦になってほしいって言ってきて。そんな、本当にどうにもならないの？何を言っても全く聞いてくれないんです。マジか。上司はすごく困惑していた。そして少し考え込んだ後、こんな提案をしてきたのだ。とりあえずは給食扱いにして、それから在宅勤務で働くようにすれば。在宅ですか？ああ、そうすれば旦那さんも納得してくれるんじゃないかな。そばから見れば専業主婦のように見えるし。なるほど。私はとてもいいアイデアだと思った。在宅で働かせてもらえれば、家事に集中することができるし、その上でしっかりと収入があるので生活も問題なく送ることができる。私はすぐにその条件で休ませてもらうことにした。そして夫には、このことは内緒にして退職をしたということに。私が仕事を辞めてきたと話すと、夫は満足そうな顔をした。これでやっとお互いが自分の役割を全うできるな。これから家事は一切手を抜くなよ。そうやって笑う夫。本当に自分の状況を分かっていないというか、世間知らずすぎる。まあ私が裏で頑張っていればとりあえず大丈夫だろう。私はとりあえず1ヶ月間の休職をさせてもらい、それから在宅で働くという流れになった。実際に1ヶ月の休職状態の生活を送ったところ、これは本当にやばいということが分かった。夫の給料が少なすぎるので、まともな生活を送ることができなかった。まず家賃で12万が飛んでしまい、さらに水道、電気、ガスと公共料金で合わせて1万弱が飛ぶ。その時点でもう2万くらいしか残っていない。その上で家の Wi-Fi とスマホの通信費を合わせて7000円くらいが消えるので、実際に食費に使えるのは1万3000円程度だ。そんなの一人暮らしの食費でもかなり安いレベルだ。それを2人分の食費を用意しなければいけない。まず無理だろう。だが私は、一回夫にもこの状況がいかに大変か分かってほしくて、あえて夫の給料だけで1ヶ月暮らしてみた。そうやって生活をすればいかに自分の給料が少なくて、2人での生活を送ることができないか分かるはずだ。夫は日に日に険しい顔をするようになっていた。それもそのはずで、私は食費を極限まで下げていたので、食卓に出るものはすごく少なかったり質素なものだったからだ。なあ、今日もうどんなのか？そうよ。昨日は焼きうどんで、今日はきつねうどんって。お前、料理する気ないだろ。
何を言ってるのよ。食費を削らないとやっていけないから、こういう食事になってるんじゃない。はあ、そんなのありえないぞ。結婚する前は俺は、もっと栄養のあるものをたくさん食べられたぞ。それってあなたが実家で暮らしてたからだよね。食費を出しているのはお父さんでしょ。そんなことない。俺は家に金を入れてたぞ。毎月3万を入れてたんだから、食費を払っていたってことだろ。たとえ3万を家に入れていたからって、それ以外のお金は一切出さずに済んでいるのだから、自由に使えるお金は12万もあるだろう。こっちは自由に使えるお金どころか、食費に充てられるのが1万3000円なんだぞ。どうしてそういう部分の計算というか、思考ができないのだろうか。私はここまで夫が話の通じない、常識のない人だとは思わなかった。毎日残業してるのにこれだけしか稼ぎがない、ブラック企業で働いて頭がおかしくなっているのだろうか。そんな疑惑まで出てきてしまうほどだった。もうちょっとお金の動きというかさ、自分の稼ぎがどれくらいで何にどれだけお金がかかっているのか、把握してくれない？私はそう言って、光熱費やガス代などの請求書、家賃の請求書などを並べて夫に見せた。ここまですれば、夫の給料だけで暮らすことがどれだけ大変なのかわかるはずだ。だが夫はそれを見ようともしなかった。いい加減にしろ。俺は今まで普通に問題なく生活できてたんだ。食事が質素なことや家計のやりくりがうまくできないのはお前の責任だろ。専業主婦になったんだから、その辺をもっとちゃんとしろ。夫はそう怒鳴って自分の部屋に戻ってしまった。私はため息をつきながら、食卓に置かれたままの夫が食べ終わった食器をシンクに置いて洗った。結婚する前はこんな人だとは思わなかった。やっぱり一緒に生活をしてみないと、人の本質というものはわからないものだ。私はそれからすぐに在宅での仕事を始めた。とりあえず次の給料日までは、私の貯金で生活をしよう。それでもできる限り節約できるように、夫の手取り15万での生活に少し足すような感じで生活をすることにした。基本的に夫の給料で生活費を賄い、足りない食費を私の貯金から出すという感じだ。そのため、普段食卓に出す料理も栄養があるものになり、品数も増えた。夫は食事の内容がマシになったことで満足そうにしていた。やればできるじゃないか。どうしてもっと真面目にやらないんだ。今までサボっていたことが明らかになったな。そんなことを言われてものすごく腹が立ったが、私は我慢をした。次の給料が出るまでなんとか我慢をしないと。それから私は日中に家事と在宅の仕事をうまく両立させながら、忙しい日々を過ごした。そしてやっと1ヶ月が経ち、私の給料と夫の給料が入った。私は自分の通帳やら印鑑は実家に置いておいた。というのも夫が非常識だと分かってから、私は夫が何をしでかすか分からないと思っていたからだ。キャッシュカードさえあれば、お金は引き落とせるし、口座の残高は使っている銀行のアプリをインストールすることで、自分のスマホで確認できる。だから通帳と印鑑はめったに使わないのだ。そして私は念のためにもう一つやったことがある。それは夫の給料を入れておくための小型の金庫を購入したことだ。かなり安い金庫なのだが、テンキーの暗証番号を入力することで、ロックがかけられる便利な金庫だ。夫の給料が入った後、私はここにお金を入れておいて支払いのタイミングで家賃などを振り込むようにしようと思った。そうしないと、夫がいきなりお金を使ってしまいそうだったからだ。そしてびっくりしたことに私の嫌な予感は的中した。それはある日のこと。おい、明日頼んでたものが届くから、代引きで支払っておけよ。え、届くって一体何？ゴルフクラブのセットだ。は、どういうこと？上司とゴルフをしようっていう話になってな。それでネットで一式頼んだんだ。ちょっと待ってよ。一体いくらしたの？全部で12万だ。
はあ。そんなの支払えるわけないじゃない。なんでだよ。お前家計のやりくりちゃんとしてないのか。あなたの給料は手取り15万なのよ。家賃12万を支払った段階で、残りは3万なの。他にも色々と支払いが残ってる状態で3万だからね。それなのに12万の出費ってマイナスじゃない。これって算数だけど、あなた理解できてないの？私が感情的になってそうやって言うと、夫は顔を真っ赤にして怒った。うるせえ。俺をバカにするんじゃねえよ。手取り15万円で生活費が足りないなら出ていけ。ちょっと何をするのよ。夫は私の荷物を部屋から持ってきて、玄関に投げた。お前はこの家にいる必要はない。さっさと俺の家から出ていけ。そう言って私を無理やり外に追い出した夫。ありえない。ここまで常識がない人だったとは。わかったわよ。出ていくわよ。私はそう言って必要最低限の荷物を持って家を出た。両親に連絡をして事情を説明すると、慌てて迎えに来てくれた。大変だったわね。好きなだけ家にいていいぞ。両親に優しくされて、私は泣きそうになった。そして実家に泊まり、久しぶりにゆったりとした時間を過ごした。翌日、私が目を覚ますと夫から大量の着信が入っていた。おい、金庫の鍵はどこだ？金庫。しらばっくれんなよ。お前の部屋に置いてあるあの金庫だよ。クローゼットの中を勝手に開けたの？夫婦なんだからいいだろ。それとも、お前は何かやましいことでもあるのか？そんなのないわよ。あなたが勝手に人の部屋のクローゼットを開けたことに引いてるのよ。お前のプライベートなんて、これっぽっちも興味ないんだよ。いいから金庫の鍵がどこにあるのか教えろ。ゴルフクラブのセットが届いて、代引きで支払わないといけないんだよ。それ暗証番号でしか開かないタイプだけど。は？金庫の横に点キーがあるじゃない。そこに番号を入力して開けるのよ。たくめんどくせえな。じゃあ、番号を早く教えろ。私はこの時、意地悪なことを思いついた。嫌よ、教えないわ。はあ、お前ふざけんなよ。宅配業者の人を待たせてんだよ。あなたが困ろうと私には関係ないわ。おい、いい加減にしろよ。お前こんなことをしてどうなるのか分かってんのか？それはこっちのセリフよ。私もう限界なの。あなたとは離婚する。は？離婚？お前、何言って。すいません。ちょっと今手持ちがないので、また後で来てくれますか？どうやら配達業者の人がしびれを切らして、夫に催促したようだ。おい、お前が変なことを言って邪魔をするから、帰っちゃったじゃないかよ。知らないわよ。それより離婚は絶対だからね。お前、それ本気で言ってるのか？当たり前でしょ。もう、あなたにはうんざりなの。ああ、そうかよ。俺だってお前みたいな分からずやは、もううんざりだよ。専業主婦で稼ぎのないお前は、これから困るだろうな。泣いてすがっても許さないからな。そんなことしないわよ。じゃあ、もう電話切るから。私はそう言って無理やり電話を切った。その後、夫は地獄を見るのだった。私は父の紹介で弁護士を雇い、それから離婚の手続きを弁護士を通して進めてもらった。夫はまさか私がここまで本気だとは思っていなかったようで、かなり動揺していたそうだ。そして離婚を最後まで渋っていたのだが、弁護士が、それでは調停に入ることになりますね、と言うと、急にビビってサインをしたらしい。それから夫は勝手に転落していった。ゴルフクラブの請求と家賃の請求がいっぺんに来て、夫は泣きながら私に連絡をしてきた。頼む。お金を援助するか金庫の暗証番号を教えてくれ。もう離婚は成立したし、
金庫の中のお金は夫の給料なので、私は暗証番号を教えてあげた。だがもちろん両方を支払うことはできない。そのため元夫は家賃を支払い、ゴルフクラブはキャンセルしたそうだ。そのことで元夫は上司から嫌われ、出世の道はなくなった上に、さらに残業やら重い仕事を振られるようになったそうだ。しかも元夫は貯金がゼロの状態で、クレカの請求が一気に来たらしい。もともと独身時代にずっと実家にいたから貯金ができていたらしく、今までの結婚生活の時は、クレカを使っても貯金から引かれていたから、全く気にしてなかったそうだ。だがゴルフクラブを買おうとした時に、クレカが使えずおかしいと思いながら、代引きにしていたそうで、その原因が口座にお金がなくなっていたことを後になって気づいたらしい。そんなことを知らずに普通にクレカを使っていたそうで、結構な額の支払いの督促状が来てしまったそうだ。元夫はすぐに義両親を頼ろうとしたそうだが、私は今までの結婚生活のことなどを義両親に説明して、離婚をすることを伝えていた。義両親はバカな息子がすまないと謝ってくれて、これからはもう自分たちも息子を甘やかさないと言っていた。そのため元夫が頼ってきても相手にせずに無視をしているらしい。元夫から誰も助けてくれないから、元妻として助けてほしいと泣きながら電話が来たが、私はもう他人なので電話をかけてこないでと言ってきり、着信拒否にした。その後、風の噂では元夫は会社を辞めて、家賃もかなり安いところに引っ越し、フリーターとして働きながら質素な生活を送っているという話を聞いた。そして、今までの自分の常識のなさを反省しているらしい。だからといって復縁することは絶対にありえないが、ちゃんと反省しているのは偉いと思う。これからはしっかりとした金銭感覚を持って、身の丈に合った生活をしてほしいものだ。一方で私は実家で在宅勤務をしながら、両親と平和に暮らしている。離婚したのでまた会社に出社しますと上司には伝えたのだが、好きな方を選んでいいよと言われたので、私は在宅勤務を選んだ。その方が仕事に集中できて、成果が上げやすいと分かったからだ。そして最近は副業も始めて、私は一気に貯金を増やすことができている。これからも仕事に打ち込みながら、私は倹約をして資産を増やして今後の人生を楽にしていこうと思う。とりあえずは5年以内にセミリタイアできるだけの資産を貯めるつもりだ。ねえ、もういい？もういい。とは。だから面接だよ。終わりにしていい？いや、でもまだ面接が始まって5分くらいしか経ってないですが。要するに片親貧乏人なんて採用しないってことだよ。分かったらさっさと帰ってくれるかな。そう言って書類をトントンとしてまとめ始める篠田。私は唖然としてしまった。わかりました。私もあなたみたいな方がいる会社には入りたくないです。私は気がつくとスマホを手に取って電話をしていた。もしもしお父さん。やっぱりこの銀行ダメだわ。私の名前は矢吹のぞみ。22歳の大学生だ。現在私は絶賛就活中。私は今回の就活を銀行に絞って進めていた。しかしいろいろと大手銀行の面接を受けてきたが、なかなか採用にまでこぎつけなかった。一体自分の何が悪いのだろうか。そんなことを考えて、自己分析をして反省できるところや改善点があれば一生懸命に改善し、次の面接に臨んだ。そうしていくうちに、私は初めて、とある大手銀行の最終面接に選ばれた。しかもこの銀行は私が第一志望としていた銀行だ。まさか初めての最終面接がこの銀行だなんて夢のようだ。だがそれと同時に今までにないほどの緊張感も出てきた。そしてあっという間に面接当日を迎えた。頑張れよ。ありがとうお父さん。父が私を応援しながら送り出してくれた。会社のビルの前で私は深呼吸をする。これからここが私の働く場所になるのかならないのか、
それは今日の私次第だ。私は気合を入れてビルの中へと入っていった。矢吹のぞみさん、お入りください。面接官に呼ばれて私は面接室へと入る。失礼します。面接室に入ると、奥の方に面接官が3人座っていた。私は自分が座る椅子の前まで来て、矢吹のぞみです。よろしくお願いします。と言って頭を下げた。すると横並びに座っている面接官の真ん中の人が口を開いた。どうぞお座りください。面接官の篠田です。今日はよろしくお願いします。篠田という面接官がそう言うと、他の2人の面接官と一緒に軽く頭を下げた。それでは面接を始めていきますね。矢吹のぞみさん。〇〇大学出身で、どんな勉強をしてきましたか？面接の最初の方は特に何事もなく順調に進んだ。私は今まで一生懸命に対策をしてシミュレーションをしてきたので、その通りに頑張って受け答えをした。両端にいる面接官はうんうんとうなずいているので好感触だろうと思った。だが問題が起きたのは志望動機を聞かれたあたりからだった。それじゃあどうしてこの会社で働きたいと思ったのか、お聞かせ願えますか？はい。私は幼い頃に母を亡くし、それからは父と2人で暮らしてきました。実は父も昔この銀行で働いていた経験がありまして、私は一生懸命に働く父のことを尊敬していたので、父のようになりたいという思いでこの銀行を受けさせていただきました。採用していただいたら精一杯頑張りますので、どうかよろしくお願いいたします。私がそう言うと、面接官の篠田は履歴書と私を見ながらある質問をしてきた。ここで働いていた君のお父さんって矢吹明っていう人？はい。そうです。私はびっくりした。この篠田という人物はなんと父を知っていたのだ。私は父の元同僚の人が目の前の面接官だと知って嬉しかった。父のことを知っている人と出会えるなんて奇跡みたいだな。だがそんなことを思っていると、途端に篠田の態度が変わっていった。そうか、あの矢吹の娘ね。ああ、そういえば妻を亡くして小さい娘がいるからとかなんとか言ってたな。はい。父は銀行を辞めて幼稚園の送り迎えや家事や子育てができるようにしてくれたんです。そうやって私のことを男手一つで育ててくれた父には頭が上がりません。私がそう言うと篠田は、そういうのいいから、と言った。私は別にいい人ぶったり好感度を上げようと思ったわけではなく、本心から言ったのに、そんな風に捉えられて少しショックだった。そしてもしかしてこの男は父が言っていた人物かもしれないと思った。父は面接を受ける前に、私にポロッと言ったことがある。俺があの銀行にいた時、ひどい上司がいてな。俺はそいつに目をつけられて大変だったよ。今の時代だったら間違いなくパワハラとかで問題になってたんだろうな。でも俺には守るべき家族がいるからと辞める勇気が出なかったんだよな。父は私がまだ生まれたばかりの頃、毎日のように遅くまで残業をさせられていたらしい。父がそのパワハラ上司に目をつけられるようになった理由は、その上司が別の社員に対してひどい態度をとっていたのを勇気を出して注意したからだった。日に日に思い悩んで、辛そうに仕事をするようになった同僚のことを見てられなくなり、その上司にもう少し言い方を考えてあげてもらえませんかと下手に出ながら注意したそうだ。だがそれがその上司の逆鱗に触れ、今度は父がひどい目に遭うようになったらしい。結果的に父は母が亡くなったタイミングで銀行を退職したが、辞めるまでの間ずっとその上司からの嫌がらせやパワハラは続いていたらしい。その上司の名前は聞いていなかったが、おそらく今、目の前にいる篠田という男のような気がする。篠田は最初こそ丁寧な言葉遣いだったのに、今は上からの横柄な物言いをしてきている。だいたいさ、子育てするから仕事辞めるってありえないよな。男がそういうのするなんて負け犬みたいなものだろう。
あいつは昔も仕事ができないやつで本当に困ったけど、会社を辞めてからも相変わらずのダメっぷりじゃないか。父を罵倒して鼻で笑う篠田。どういうことでしょうか。私が訳が分からずにそう聞くと、さらにひどいことを言った。だって無能なあいつは自分が出来損ないだということを隠して、自分の娘から尊敬されてるんだろう。誰が優秀なのかも見分けられないダメな大人に育てたということは、父親としても失格というわけだ。だから今もダメなやつだなって言ってんだよ。ありえない。この人は本当に父の元同僚だったのか。それよりもこんな人が面接官を務めている時点で、私のこの銀行に対する印象は一気に悪くなってしまった。篠田はつまらなそうな顔をしてこんなことを言ってきた。ねえ、もういい。もういい。とは。だから面接だよ。終わりにしていい。いや、でもまだ面接が始まって5分くらいしか経ってないですが。正直言ってね、君があの矢吹の娘って時点で評価はだだ下がりなわけ。それに片親であいつと2人で暮らしてきたんだろ。母親のいない子は丁寧さに欠けるだろうからね。大雑把な仕事とかされたら困るんだよ。そんな。片親であることと仕事が丁寧かどうかは関係ないじゃないですか。君にはわからないだろうが関係あるんだよ。要するに片親貧乏人なんて採用しないってことだよ。分かったらさっさと帰ってくれるかな。そう言って書類をトントンとしてまとめ始める篠田。私は唖然としてしまった。こんな奴が人の上に立っていいのか。わかりました。私もあなたみたいな方がいる会社には入りたくないです。私は気がつくとスマホを手に取って電話をしていた。もしもしお父さん。やっぱりこの銀行ダメだわ。このままだともっとダメになるだろうね。私がいきなり電話をし始めて、さらにその相手が私の父だとわかると篠田はいぶかしげな顔をした。ちょっと君、非常識だぞ。それにあいつに電話しているのか。やっぱりダメだったって何様のつもりだ。いくらお前らが負け惜しみでそんなことを言ったとしても、俺がお前らより格上であることには変わりないんだからな。これ以上舐めた真似をすると、お前が今後面接を受ける会社すべてに、お前がひどい態度を取ってきたことを流すぞ。篠田はそう言って私を脅してきた。確かにこの場で電話したことは謝ります。ですが、ひどい態度をとっているのはあなたの方ですよね。面接官として、そして人の上に立つ者として、あなたには尊敬したいと思えるところは何一つありませんでした。尊敬できる人って、別に多くを語らずとも雰囲気とかだけで、この人は違うなって思うんですよね。ですが、それがあなたにはありませんでした。父の言う通り、最低な人ですね。まさか、最終面接の面接官を務めるほどにまで出世しているとは思いませんでしたが、今、あなたの下で働いている部下の人たちが不憫でならないですね。私がそこまで言うと篠田は顔を真っ赤にして怒った。貴様、何様のつもりだ。俺を侮辱しやがって絶対に許さないからな。立ち上がって前のめりになる篠田。両端の面接官が慌てて篠田を押さえ、君。早く帰りなさい。と言った。私は失礼しますと言って面接室を出た。家に帰ると父が大変だったなと私をいたわってくれた。話を聞くとやっぱり父にパワハラをしていた上司は、あの面接官の篠田と同じだったようだ。まさか、あいつがそこまで出世しているとはな。まあ、世渡りだけはうまいやつという印象だったしな。お父さんが注意してくれてたのに、無理やり受けてごめんね。いやいや、面接を受けること自体は反対していなかったさ。篠田がひどいやつだと言っても、銀行自体はいい銀行だったからな。今でも信用できる銀行だとは私も思っている。だけど、のぞみが俺の代わりにあいつにガツンと言ってくれて嬉しかったよ。俺もその場にいたかったな。いやいや、最終面接に父親が来るなんて恥ずかしすぎるでしょ。父とそんな会話をした後、
私は気持ちを切り替えて他の会社の面接に臨むことにした。だがそれから1週間ほど経った頃、いきなり電話が来た。その番号は、私が面接を受けたあの篠田がいる銀行からだった。私は恐る恐る電話に出た。あんな騒ぎを起こしてさすがに採用ということはないだろう。ということは、何か私に対して社会的制裁を加えてやろうとか、そういう脅しの電話なような気がする。私は一応録音をした状態で電話に出た。矢吹です。矢吹くん。よかった出てくれて。この前の面接はありがとう、篠田です。電話の声はあの時の篠田だったのだが、なぜか口調がすごく丁寧だった。一体何の用ですか？この前はひどい態度をとって悪かった。ぜひ君に、この銀行に来てほしいと思っているんだ。いやいや、どういうことですか？片親の貧乏人なんて採用しないって、面と向かって言ってきてたじゃないですか。あの時は、あいつ、君の父親があんなに成功しているなんて思わなかったんだよ。あの面接の件が原因で、君の父親の事業の関係者から続々と融資の打ち切りの話が出てるんだ。なるほど。そこで私を採用にして何も問題はなかったということにしたいのか。どこまでも卑怯なやつだ。つまり私が銀行に入社すれば打ち切りの話もなくなるだろうと思って、採用すると電話してきてるんですか？そんなあからさまな言い方をしなくても。君にだって悪い話じゃないだろう。この大手銀行で働けるんだ。父子家庭で育った君には、十分に親孝行ができるチャンスじゃないか。篠田のこの発言に虫唾が走った。あなたに父のことについて口にしてほしくないです。父はあなたからパワハラを受けてかなり苦しんでいました。今の時代なら一発アウトでしょう。時代に助けられただけの人が知ったような口を聞かないでください。そして、そうやって裏から手を回すような卑怯なことをしているのも軽蔑します。あなたは自分が今までやってきたことを反省するべきじゃないんですか？何度お願いされても、私はあなたがいる銀行には入りたくありません。それでは失礼します。私はそう言って電話を切った。篠田は言葉を失っていて、言い返すこともできずに黙り込んでいた。父に電話が来た件について話すと、やっぱりそうなったか、と言っていた。父は仕事ができるだけじゃなく、人柄もとてもいい。だから自分で事業を立ち上げた時も、たくさんの経営者の人と交流がある。父はその交流の場で、私の面接のことを話したらしい。それを聞いた経営者たちは、あの銀行は信用できないとして次々と融資を打ち切りたいと申し出たそうだ。まあ酒で酔ってた勢いで愚痴ってしまったのは少々恥ずかしいが、でもあいつが今までやってきたことは裁かれるべきだからな。後悔はしていないよ。父は自分が言った発言によって古巣の銀行に悪い影響を与えてしまったことは多少責任に感じていたようだが、それでもあのまま篠田が自由に好き勝手やっていたら、いくら大手でもまずいことになっていただろう。そしてそれから数日後、父から篠田がクビになったらしいという話を聞いた。実は銀行側も篠田のことを注意深く観察していたそうだ。というのも篠田がいる部署での新入社員の辞職率が高かったからだそうだ。それで最終面接で両端にいた面接官に常にボイスレコーダーを所持させて、篠田が普段の仕事中や面接の時にどのような発言をしているのか記録に残させていたそうだ。その結果、私との面接の時のようにパワハラやひどい発言をいろんな場で繰り返していたらしい。そして今回のたくさんの企業からの融資の打ち切りの申し出が出たことも踏まえて、銀行は篠田を解雇することに至ったそうだ。その結果、融資の打ち切りの話はなくなり、銀行の職場環境も良くなったらしい。私は企業自体はまだまともだということが分かり安心した。篠田のような人物が他にものさばっていたら、もう会社自体がダメになっていただろう。だが理不尽な人物は篠田だけだったようだ。
父も自分が長年働いた銀行がちゃんとホワイトな企業だったと分かり安心していた。その後、私は別の銀行で無事に採用してもらえることになった。私が銀行で働くことにこだわっていたのは、父と同じ道を歩んでみたかったから。父のように銀行員を経験して、それからもし別の道に進みたいと思ったら進むし、そのまま銀行員の道を極めたいと思ったらそのまま頑張るつもりだ。そして将来的には結婚して子供を持ち、父のように仕事も子育てもどちらも頑張れるような人物になりたい。父が愛情を持って私を育ててくれたように、私も自分の家族を持ってたっぷりの愛情を持って接したい。まだ社会人になったばかりなので、それは先のことかもしれないが、私はそういった夢を持ちながら、ワクワクしながら楽しく人生を生きていきたいと思う。